はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、プレワークアウトについて解説していきます。まず最初に僕はプレワークアウトを取ってません。アメリカに来て、まず驚いたのが、プレワークアウトの種類も別にサプリメント専門のストアに行かなくても、普通のスーパーでもすごい量のプレワークアウト買えるし、例えば薬局なんか行ったらもうすごい数のプレワークアウトってもうすぐ手に入るんですよ。だからもう本当に身近なサプリメントの一つになってて、で僕もアメリカに来た時はやっぱりそのサプリメントが手頃に買えるんで、もう片っ端から試したんですね。プレワークアウトも試したし、いろんなサプリメントも試して、やっぱりカフェインとかその刺激物ベータアラニンとかかなりの興奮させるような刺激物が入ってるんで、精神的にもすごい高まった状態でトレーニングができるっていうので、若いトレーニーを中心に結構使われてる方多いんですけど、僕は好きじゃなかったんですよ、その感覚が。なんか自分の本来の感覚がわからなくなってしまうような感じ。取ると体がこうバーッとピリピリ痒くなって、で興奮状態になって、ずっとこう頭が冴えてる状態なんですけど、なんかそれがあまりにも不自然すぎて、もう心拍数も高い状態、常に心臓がドク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 速い心拍数の状態で、なんかそれが好きじゃなかったんですね。やっぱり僕の同僚とかでも取ってる人いたし、プレワークアウトでみんな飲んでるんですけど、僕はやっぱ最初にやっぱそれが好きになれなかったっていうのがありますね。で、木澤さんと鈴木雅さんの対談動画、僕このお二人大好きで、動画いつも拝見させてもらってるんですけど、その対談動画の中でも、お二方どちらもプレワークアウトを取ってらっしゃらなくて、前に試したって言ってたんですけど、取ってないって言ってて、なんか自分の限界120%出そうとしようとするんだけど、そんなことはできないと。いや、自分にできる100%のトレーニングを自分で追い込んでやりきる。だけどそのプレワークアウトを取ることによって、なんかこう120%自分にない力まで出そうとするような感覚っていうのは、なんかちょっと違うんじゃないかってお話をされてて、僕はそれを見てやっぱりなんかすごく共感したんですね。なので僕はプレワークアウトを取ってません。で、日本ではどうかわからないんですけど、アメリカではよく見る光景が、あ、やばい。今日プレワークアウト持ってくるの忘れちゃった。マジでトレーニングやる気出ないわ。とか、トレーニング始めてやってる時に、いや、今日プレワークアウト取ってないから、全然ダメだわ。っていうような会話ってすごく聞くんですよ。ジムにいると。で、それを見て、こんな5g 以下の粉に、こんなに精神的に肉体的に支配されてしまってる姿を見て、なんか、そんな粉一杯でこんなにトレーニングダメできないみたいな感じになっちゃうんだっていうのを客観的に見た時に、ちょっと僕はそうはなりたくないなって思ったんですよ。たかが一杯その粉を飲んでないだけで、全然やる気が上がらないとか、もうパフォーマンスがガクッと落ちるとか。これ完全に肉体的っていうよりも精神的な問題だと思うんですよ。あれを飲んでるから今日はパワフルにできる。これ飲んだから僕は今日追い込めるんだ。っていうそのマインドセットっていうか、プラシーボ効果の一つだと思うんですけど、なんかその姿を見た時に、これはなんか良くないよなと思ったんですよ。僕は少なくともそうはなりたくないな。ので、プレワークアウトをやめました。じゃあ、代わりに何を取ってるかっていうと、コーヒーです。コーヒーだけですね。コーヒー朝一杯。だいたい午前中にこの YouTube とか作業系やっちゃうんで、午前中にこう頭を冴えさせるので一杯飲んで、で、トレーニングは最近はやっぱ午後になることが多いんですね。なので、昼食後にもう一杯だけコーヒーを飲んで、その後トレーニングに行くって感じです。だから1日2杯のコーヒーを飲んでるっていう感じです。僕はもうこれだけです。これが僕的にはプレワークアウト的な感覚で使ってます。僕、コーヒー好きなんでよく飲むんですけど、やっぱり飲んでる時と飲んでない時で体のその目覚め感とかシャッキリ感違ってくるんで、僕はこれを使ってます。これってプレワークアウトとかのカフェイン量からするともう3分の1ぐらいしか入ってないんですよ、カフェインって。だからすごく自然でマイルドな効き目なんですよね、やっぱり。だから一杯のプレワークアウトとかモンスターに130から40ぐらいのカフェインが入ってて、そうすると大体コーヒー2杯分ぐらいは少なくとも入ってるんですよね。
それってやっぱり結構な量なんですよ。1日のマックスで言われて、WHO で言われてるのが200から 400g。人によってその差はあるけど、200から 400g がマックスですよっていうふうに言われてるんですけど、簡単に1杯でその 200g 近くまでいっちゃうんですね。プレワークアウトって。だから僕的には、もう午後とかに飲むと寝つきは悪くなったし、そのトレーニング終わった後もずっとその興奮状態が続いている感覚が不自然でしかなくて、これは良くないよねっていうふうに思いましたね。で、プレワークアウト飲んでる人たちも、これ絶対良くないよねって言いながら飲んでるんですよ、みんな。やっぱりその聞き方とか体感がある分、自然ではないんですよね。なので、僕はプレワークアウトはやめてこういう自然派、コーヒーで生活するようになりました。当然、こういうプレワークアウトカフェインがいっぱい入ってて、やっぱりその量にどんどん慣れてってしまうんですね。だんだんそれ取っていくとなかなか効きが悪くなってきたり、もうちょっと取らないと、いまいち体感がないみたいな感覚になってくるんで、どんどん摂取量が上がってきてしまうので、そういう危険性もあるんですね。でもただ、こういったコーヒーに入ってるカフェインぐらいだったら、そんなにとてつもない量入ってないんですよ。自然なものなんで。プレワークアウトってそのカフェインを抽出してカフェインを多く入れているので、当然その含有量が高いんですよね。なので、やっぱりその不自然な感覚、不自然な体感になるっていうのはそこにあると思います。で、やっぱりアメリカだとよくあるのが、プレワークアウト持ってくるの忘れた。イヤホン忘れた。これでこの2つでトレーニングやる気出ないみたいな人めっちゃ多いんですよ。めちゃくちゃ多いんですよ。なので、それ見た時になんか違うなっていうか、僕はイヤホンとかつけないんですよ。やっぱりアメリカ行った時みんなヘッドホンとかしてやってるんで、かっこいいと思って、僕も最初やってたんですよ。そういうの結構ミーハーなんで、こうヘッドホンとかして、でもやってたらもうすごいびっちゃびちゃになるんですよ。このヘッドホンが。もうそれが嫌で。でもアメリカだと、そういう専用のカバーとかも売ってるんですよ。ここのヘッドホンのとこにカバーして、で、トレーニングで汗かくんで、それ取って洗濯できるみたいなのもあるんですよ。わざわざそこまでしてやる必要もないっていう感じだし、で、そのイヤホンね、AirPods とかしてやってる人よく見ますけど、なんだ、それも一つのその人のトレーニングに集中する方法なのかもしれないんですけど、僕はなんていうかな、イヤホンとかを忘れて自分の好きな音楽聴けないからトレーニングの質が下がるみたいな、そうはなりたくないっていうところがあって、僕はやっぱり好きでトレーニングやってるんで、別に音楽なくたってトレーニング楽しめるし、追い込める。プレワークアウトなくたってトレーニング好きでやって追い込める状態でずっといたいっていうところがあるので、なのでアメリカだとよくあるのが、今日ヘッドホン忘れたからトレーニングマジでモチベーション上がらないから貸してみたいなのがあるんですけど、なんかそこまでしないとトレーニングできないんだったら別にやらなくていいんじゃないのって僕は思っちゃうんですよ。うん。ちょっと厳しい言い方になっちゃうんですけど。なので、プレワークアウトに関しては、本当にコーヒー2杯。これが1日僕の取る量。なので、どれぐらいだろうな。200g も多分いってないですね。1日のカフェイン量。なので、本当に基準値以下ですね。基準値のマックスの、それ以下の摂取量になっているので、特にその禁断症状が出たりとか、手の震えが出たりとか、そういうレベルにはない量なので、本当に自然な感覚を残したまま頭をシャッキリさせて、トレーニングに臨めるので、僕はこのコーヒーっていうのは、コーヒーってやっぱり日本なんか特にどこでも買えるじゃないですか。コンビニでパッと買えるじゃないですか。でもね、アメリカと違ってそのプレワークアウトがね、コンビニとかスーパーとかそういうところで売ってるわけではないんで、それ忘れちゃうと、もう、ダメだみたいになるんですけど、コーヒーだったらジムの隣にあるコンビニで買ってきてパッて飲んだらもうこれがプレワークアウト代わりになるんで、プレワークアウトがないとトレーニングができないってもしなってる方がいたらちょっと考え直してみるのもいいのかなというふうに思います。やっぱり人間の体って 120% のこと出そうと思っても無理なんですよ。だからそこは、なんていうのかな、そんなうまい話はないので、しっかりと自分が出せる、その1日で出せる100% を自分で出し切ってくるっていうシンプルな考えなので、もしプレワークアウトを取ってみたいなっていう人は取ってみて、自分が好きかどうか試せばいいし、取ってる方はうまく
量を調節して過剰摂取にならないようにうまく使っているのであればそれでいいし、僕みたいにやっぱりそういうのに左右されたくないよっていう人は、コーヒーぐらいは使ってみることを僕はお勧めします。